フルボイスにようこそ。こんにちは。魔法少女プルリンだプリン。今日はみんなにこれまでのプルリンの活躍をいっぺんに見せちゃうプリン。題してもういくつ寝るとクリスマス&お正月スペシャル大公開。魔法少女26の秘密、夢と希望で地球を救え。番組の終わりには素敵なプレゼントのお知らせもあるプリン。みんな絶対最後まで見てね。見てくれないと山崎、プルリンマキアムでパパイのポイポイしちゃうプリン。山崎なんです佐藤さん。チャンネル変えてくれない？裏で面白そうな特番やってるんだよ。きっとお前も気に入ると思うけど。いつもこの時間はプルリンを見ることになってるでしょ。どうせパソコンに録画してるんだろ。リアルタイム視聴はファンの基本です。それに今日は再放送みたいだし。再放送じゃなくて総集編。似たようなもんだろ。全然違います。総集編の場合ソフト化の際に収録されないことが多いんです。それでいて新作画とか新録のナレーションがあったりしますからね。絶対に見逃してはいけないものなんです。でもテレビなんか見てる暇があったら作業してください。佐藤さんの場合テレビを見てると手が止まるでしょ。佐藤さんの気が散らないよう今日のプルリンはヘッドホンをつけて見ることにします。真面目にやってくださいよ。冬コミまで本当に時間がないんですからね。作業だってお前が作ったゲームのジャケットをプリントアウトして CD ケースの大きさに合わせて切るだけじゃないか。今あなたができることはそれぐらいなんです。シナリオ作業が終わった今となってはね。こっちはまだ山ほど作業が残ってるのに。綺麗に切ってくださいよ。切り方が雑だといい加減なゲームだと思われる恐れがありますからね。分かったよ。もういくつ寝ると冬コミ。俺たちのゲーム作りは今まさに佳境を迎えつつあった。と言っても俺のシナリオ作業は数日前に終了。今は山崎に命じられるがまま雑用ばかりやっている。佐藤さん。分かってるよ。この紙を切り終わったらおっこいしょ。はい。差し入れ持ってきたんだけど。差し入れか。確かに腹は減ってるけど。どうする山崎。じゃあ休憩して食事にしましょう。お邪魔します。簡単に食べられるようにってサンドイッチ作ってきたの。あ、こっちは唐揚げとサラダね。最近昼飯もパン多くないか？たまには米も食べたいよな。嫌なら自分で作ったら？いや別に嫌とかじゃなくてさ。僕は何だって構いませんよ。プルリン見ながら食べるんであんまり話しかけないでくださいよ。分かってるよ。いただきます。今何やってるの佐藤くん？ゲームのジャケット作りだよ。あ、これ？21世紀のゲーム界に革命を起こす話題作ついに登場。超美麗グラフィック&フルボイス収録。ねえ佐藤くん、フルボイスって何？フルボイスはフルボイスさ。つまり全部のセリフに声優さんが声を当てるってことだったよな。録音とかもう終わったの？え？だから録音声入れるんでしょこのゲーム。山崎、おい山崎、
山崎！声かけないでって言ってやったでしょ。一体何の用です？お前フルボイス収録とか書いて声どうすんだよ声！何を今さら騒いでるんです。夏に出した体験版だってちゃんと声入ってたでしょ。そうだっけ？あれ全部ナナコの声ですよ。あの子器用だから何種類かの声を演じ分けることができるんです。おまけに声優志望だからエロいセリフとか喘ぎ声とかも恥ずかしがらずにやってくれるんです。プロになればその手の仕事をやることもあるでしょうからね。今日の総集編はクソだな。黒歴史確定だ。まあこれはこれで話題になるかもしれないけど。だから今度も当然ナナコにやってもらいます。頼めるのか？ん？だってお前ついこの前この部屋であの子と壮絶な別れ方をしたばっかりじゃん。確か死ねとか世の中から消えてしまえとか言われたんだよね、佐藤くんたち。山崎がだ！僕としたことがうかつでした。どうせ別れるんならその前にあいつが顔を背けるぐらいのものすごいセリフを山ほど言わせとくんだった。そういう問題なの？もしナナコが将来プロになったらものすごい価値が出ますから。山崎、他に頼める子はいないのか？ナナコちゃんの友達とか。僕がナナコ以外のカスどもを相手にするわけないでしょ。はっきり言って名前すら知りません。自慢になるか！学校に通ってたんならもっと友達とか作れよな。佐藤さんにだけは言われたくありませんよ。友達一人も作れずに大学中退したあんたにはね。大体ね佐藤さん、シナリオ作業が終わって暇なんですから、あなたが何とかしたらどうなんです？無茶言うなよ。俺にプロの声優の知り合いがいるわけないだろ。僕にだってプロに知り合いはいませんよ。ナナコも所詮は素人ですからね。若い女の子である程度演技ができればいいんです。佐藤さんの携帯にだって何人か女の子の名前が入ってるでしょ。下手すりゃ僕より多いんじゃないですか。でも演技ができるかどうかは電話して確かめりゃいいでしょう。はい、携帯出して。どうやって確かめれば。あんたシナリオライターでしょうが、自分で考えてくださいよ。シナリオライターだってシナリオ書いたのこのゲームが初めてだし。佐藤さん、夏コミに完成版が出せなかったの誰のせいか忘れたわけじゃないでしょうね。それはあんたのせいでゲームが完成しなかったなんてのは二度とごめんですからね。ブツブツ言ってる暇があったらさっさと電話する。時間を無駄にしてはいけません。こうしてる間にも時間は過ぎてるんですからね。佐藤さんは僕の時間を無駄に使わせてるんですよ。分かってるんですか？分かったよ。かけりゃいいんだろ電話を。はい、小林です。あ、もしもし委員長。さ、佐藤だけど。佐藤くん？驚いた。あなたの方から電話をかけてくるとは思わなかった。俺もまさかまた電話することになるとは。まあちょっとした用があってかけたんだけど。佐藤くんのことだからテレビとかで知ってるよね。マウスロードがどうなったか。ああ、大体は。幹部の人たちはなんとかって法律に違反していた容疑でみんな逮捕されて、マウスロードは解散。おかげで私たち下っ端サプライヤーは一転被害者扱い。借金もほとんどなくなるみたい。中にはまだ夢を諦めきれない人もいるみたいだけど、私はもうコリゴリ。いくら佐藤くんに皮肉られようが真面目にやっていくのが性に合ってるわ。そんな、俺は別に皮肉なんて。私大学に復学することにしたの。お兄ちゃんもバイトを始めたの。すごいでしょ？卒業までしっかり勉強して今度こそちゃんとした会社に就職するわ。もう二度と後ろめたいこと、人に堂々と胸を張って言えないようなことはしない。絶対に。そう。ああ、そういえば佐藤君の用って？さ、委員長。ん？委員長はさ、
何よもったいつけて。せんべいは硬いのと柔らかいのどっちが好き？せんべいって普通硬いんじゃ。ああ、でも最近はふにゃっとしたのとかあるか。そうふにゃっとしたのあるだろ。やっぱ委員長って性格的にああいうふにゃふにゃしたのは嫌いなんじゃないかな。そうね、あんまり好きとは言えないわね。っていうかはっきり言って嫌だろ。まあ嫌と言っていいわね。ふにゃふにゃしたのは嫌と。うん、ふにゃふにゃしたのは嫌。それをさ、感情を込めて言ってくれない？感情を込めて？変なこと言うわね。まあそんな深い意味はないんだけど、ちょっと言ってみるだけ。頼むからさ。はいはい、分かったわよ。佐藤君にはいろいろと迷惑かけたし、それぐらいはね。じゃあ行くわよ。ふにゃふにゃしたのは嫌。もうちょい感情込められないかな。ふにゃふにゃしたのは嫌。オッケーオッケー、ありがとう委員長。どういたしまして。ああ、でもさ、ふにゃふにゃしたのが嫌いってことはプレゼントとかでもらうんだったら硬いのが欲しいってことだよな。うん、そういうことになるわね。硬いのが欲しいと。うん、硬いのが欲しい。それもちょっと感情を込めて。硬いのが欲しいの。ちょい色っぽく。硬いのが欲しいの。ちょい色っぽく。硬いのが欲しいありがとう委員長。の。どういたしまして。そういえばさ、さっきふにゃふにゃしたせんべいの話してただろ。あれって確か濡れせんとか言うんだよな。濡れせん。濡れ濡れのせんべいって意味なんだ。濡れ濡れ。そう、濡れ濡れなの。今の言葉を感情を込めて言ってくれないかな。佐藤君？いや佐藤くんじゃなくて濡れ濡れ。あなた何企んでるの？いや別に企んでるなんてことは。最初はおせんべいでもプレゼントしてくれるのかと思っておとなしく言うこと聞いてたけど、やけに変なセリフばっかり言わせようとしてるみたいだし。白状しなさい。何しようとしてるの？それはその。これから私はまっとうな人生を歩もうと思ってるんだから、変なことに巻き込んでほしくないの。さあ言いなさい。私に何をさせようとしてるの？さあ。エロゲーに出てくんない？さようなら。ちょっと委員長、話を。佐藤さん、あんたアホですか？いきなりエロゲーなんて言われたら大抵は引きますよ。けど今の状況じゃ。それに電話かける前、こういうことはもったいつけずにズバッと切り出した方がうまくいくってお前が言っただろ。時と場合と相手によりけりです。もっと臨機応変に対応しなくちゃ。今さら言うなよ。佐藤くん、もう電話終わったの？ああ。ダメだったの？佐藤さんの顔を見ればわかるでしょ。そうよね。演技力のある人なんてそう簡単には見つかるもんじゃないよね。僕としては佐藤さんが最初に電話をかける相手はてっきり文芸部の柏先輩だと思ってたんですけどね。あの人だったらシャレでやってくれそうじゃないですか。でも柏先輩もうすぐ結婚するんだし、そういうのを頼むのはどうかと。大丈夫ですって。そういうの関係ないでしょ。まあそうかもしれないけど。正直な話、先輩とはしばらく会いたくない。オフ会の時あまりにみっともない姿を見せてしまったから。おそらく先輩としてもあの件は封印してしまいたいはずだ。
結果として城ヶ崎さんと婚約することになったとはいえ、一歩間違えば俺と一緒に死んでたんだから。今会えばどうしてもそのことを思い出してしまう。ほとぼりが冷めるまでは会わない方がいい。例の自殺オフ会の件気にしてるんでしょ？大丈夫。あなたが気にするほど相手は気にしてません。あの日夏コミに行く前にちょこっと話したんですけど、柏先輩ケロッとしてましたよ。だいたい佐藤さんは自意識過剰なんですよ。柏先輩には婚約者がいて、勤務先の同僚がいて、大学とか高校とか中学、小学校の同級生とか恩師がいて、たくさんの親類がいて、ネットで知り合った友人もいて、他にも隣近所とかもろもろの知り合いがいるんです。佐藤さんのことについて考える時間なんて1万分の1、いやせいぜい100万分の1程度です。オフ会についてもそんなことあったねレベルですよ。でもあの時は2人とも死にかけて。人生の中で死ぬかと思ったという瞬間はよくありますよ。ましてあの時はあっさり回避できちゃいましたし。あっさりって。相手はその程度にしか思ってませんよ。柏先輩から見ればあの件はちょっと嫌なことがあって、変な連中と無人島に出かけたら、付き合ってた恋人がわざわざ探し当ててくれてプロポーズしてくれた、めでたしめでたしって事件ですから。確かにそうよね。でもやっぱり先輩には頼めないって言うんですか？あんた自分が嫌われるのが嫌なだけでしょ。大丈夫。あの人は佐藤さんがろくでなしのヒッキーだってことは十分分かってます。今さらそんなこと頼まれたところで驚きはしませんよ。分かったならさっさと電話かけて、どんなことがあっても承知してもらうんですよ。勝ったよ。もしもし。あ、佐藤くん？久しぶりね。元気に引きこもってる？引きこもりが元気なわけないか。今日はどうしたの？エロゲ？そっか。ゲーム作りやってるんだ。感心感心。ああ、それで声を当てる人がいなくなって私にやってほしいってわけね。大丈夫。分かってるわよ。寂しい男の子のためのゲームなんでしょ。どんなセリフ当てるかも大体は。忘れたの佐藤くん。私文芸部の部長だったんだよ。佐藤くんの前の。佐藤くんはあまり読まなかったかもしれないけど、純文学なんて結構際どいのが多いのよ。谷崎なんてほとんど官能小説だし。佐藤くんが考えたセリフなんでしょ。喋ってあげるわよ、そのセリフ。口頭で教えてくれればいいわ。あ、ちょっと待ってて。何をしてるかって決まってるじゃない。服を脱いでるの。だって私プロの声優さんじゃないでしょ。想像だけで演技するのって難しそうだし、少しでもリアリティを出そうと思ったらこうするのが一番いいかなって。今カーディガンを脱ぎ終わって。大丈夫。なんでもないわ。静電気が飛んだだけ。じゃあ次はスカートを。本当に脱ぐのかって？ひどいな。疑ってるの？じゃあ聞かせてあげる。聞こえた？今スカートのファスナー下ろしたの。
そうしておいて立ち上がれば、ほら、簡単にスカートは脱げるの。次はブラウス。それともストッキングにしようかな。佐藤くん、どっちがいい？選ばせてあげる。いっぺんには無理だから、落ち着いてどっちか選んで。そう。じゃあまずはブラウスね。わかった。じゃあブラウスを。大丈夫。ボタンって片手でも割と簡単に外せるから。佐藤くん知らなかった？あとは腕を抜いて、ブラウスは脱ぎ終わったっと。次はストッキングね。これが片手だと意外と難しくて。ねえ、パンティーも一緒に脱いじゃダメ？今日はパンストだからその方が楽なんだけど。そんな泣きそうな声出さないでよ。分かってるって。エロゲーのヒロインたるもの、やっぱり1枚ずつ脱いでいかなきゃいけないわよね。それじゃあ頑張って。よいしょよいしょ。そうね、よいしょは色気がなさすぎるわよね。でももうほとんど脱ぎ終わっちゃったし。じゃあ最後の一声で我慢して。え？今の声？パンストを脱いだ時ってすっごく解放された気分になるの。それで思わず声が出たりするんだけど、ちょっとマニアックすぎたかな。あ、ちょっと待ってて。エアコンの温度を上げたの。ちょっと肌寒かったから。そう、今はブラとパンティだけの姿。興奮した？私はね、ちょっと興奮してきたかな。自分が服を脱ぐ姿を実況中継するなんて普通はありえない状況だもんね。嫌じゃない。とっても不思議な気分。ブラジャー外すわね。ちょっと沈黙しないで佐藤くん。なんかかえってドキドキしてきちゃう。無理にギャグ飛ばす必要もないけど。そうよ、今はパンティ1枚。色は赤、メッシュの下に。そう、透けて見えるやつ。全裸よりこっちの方が好きって人もいるかもね。でもね、自分で決めたことだから脱ぐわよ。なんか変な気分ね。お風呂に入るわけでもないのに一糸まとわぬ姿になるなんて。これで少しはヒロインの気持ちがわかるかも。え？囚人監視の中で凌辱されるシーンもあるの？弱ったな。さすがにこの格好で外に出て行ったら
おまわりさんに叱られそうだし、それに風邪とかひきそうだし。あ、そうだ、ベランダに出てやってみようかな。向かいのマンションの上の階から結構見えるのよ、うちのベランダ。この時間だと人もかなりいるはずだし、大きな声出せばみんな注目してくれるかも。冗談よ。そんなに動揺しないで佐藤くん。いくら私だって知らない人にそんな姿見られたくないわ。ちょっと言ってみただけ。でもなんとかしてそれに近い感じは出したいわね。何かいい方法はないかしら。あ、そうだわ。確かここに、あったあった。これよこれ。そんなのじゃないわよ。ビデオカメラ。これで自分の姿を撮影するの。佐藤くんの書いた卑猥なセリフを感情を込めて読み上げる私自身を。セリフ読むときって私どんな格好してるんだろう。ちょっと人に言えないようなことになってたりして。ねえ佐藤くん、ちょっと想像してみてよ。もしもよ、このビデオテープを電車の中に置き忘れたりしたらどうなると思う？きっと中身を確認するために駅員さん再生すると思うの。それも何人かで。もしかしたらすごく大きなテレビで見ることになるかもしれないわ。そこに映し出されるのよ。全裸で携帯電話をかけながら際どいセリフを吐いている私の姿が。何人もの視線が私の隅々まで注がれるのよ。駅員さんたちに見られるだけならまだいいわ。インターネットに詳しい人の手に渡ってその映像が動画サイトとかにアップされたら、全国の、全世界の男たちが私を見るのよ。心の中でこの変態女って罵りながら、自分も変態チックな格好をしながら、これは陰謀よ。全世界規模の陰謀。私すごく変な気分になってる。これ以上変な気分になるとセリフ読めなくなっちゃうかも。だから佐藤くん、早くセリフを教えて。早く佐藤くん、佐藤くん、先輩。佐藤くん？え？どうしたの？携帯握りしめたまま固まって。電話かけないの？ああ、今かけようと思ってたんだ。佐藤さんのことだからまたくだらない妄想にふけってたんじゃないんですか？悔しいが図星だよ、山崎。まあもし先輩が手伝ってくれることになったとしてもビデオはないよな。早くかけてくださいよ。分かってるよ。あ、先輩、俺。おかけになった番号は現在使用されておりません。番号を確かめの上おかけ直しください。え？間違えたかな。おかけになった番号は現在使用されておりません。番号を確かめの上おかけ直しください。おかしいな。
番号は合ってるよな。通じないの？うん。後でかけ直すしかないですね。いや、そういうんじゃなくて、番号自体が使われてないってメッセージが返ってくるんだ。え？おかしいな。オフ会当日の朝まではちゃんとこの番号で通じたのに。あっ！どうしたの佐藤くん？そういえば先輩、無人島に向かう途中で自分の携帯海に投げ捨てたんだった。あの時は先輩もう死ぬ気になってたから。なるほどね。でも生きて帰った後携帯買い直さなかったのかな？多分買い直してるはずですが、番号を変えたんでしょう。前の番号には良くない思い出がつきまとってますから。だな。親しい人間とか仕事関係にはすぐに新しい番号を教えて回ったんでしょうが、佐藤さんの場合仕事にも関係ないし、交友関係の中でも優先順位は最下位に近いはずですからね。所詮は路傍の石ですよ。だから今日まで連絡がなかったんでしょ。路傍の石かよ。柏先輩に頼むのは諦めるしかないですね。じゃあ次の子に電話かけてください。次の子って言われても心当たりはもう。ないんですか？まだ2人じゃないですか。そういうお前はゼロじゃないか。わかりましたよ。この際演技力とか実際の容姿は問いません。女の声さえ出せれば誰でもいいです。女の声。女の声。そう、女の声です。すぐにあなたの知ってる女性に電話かけてください。どんな子でもいいんです。女の声さえ出せれば。女の声。女の声。女の声を出せる人なら佐藤くんのすぐ近くにいると思うんだけど。俺の身近に？そんな人いましたっけ？ほら、一緒に中華街行ったり花火見に行ったりご飯作ってあげたり。中華街、花火、ご飯ね、わかるでしょ？まさか美咲ちゃんが言ってるのって。そう、その人の名はうちのおふくろか。なるほど。確か夏に佐藤さんお母さんと一緒に中華街に行きましたよね。子供の頃は花火大会にも連れて行ってもらったし、ご飯も毎日おふくろが作ってた。いや、しかしおふくろをエロゲーにってのは。いや、佐藤さん意外といいアイディアかもしれませんよ。佐藤さんのお母さんの声って結構若いですからね。頑張って若い声作ってもらえばそれなりにハマるかも。冗談だよな山崎。冗談だよね。いや、僕は大いに本気ですよ。他に当てがないならそれもありかと。うちのおふくろ四捨五入すれば50だぜ。声だけで年齢は分かりませんよ。そんなことよりもっといい方法が。しかしエロゲーだぜ。あれのシーンを演じさせなきゃいけないんだぜ。何を危惧しているんですか佐藤さん。あなたという子供がいる以上、あなたのお母さんも実体験は豊富にあるはずです。いや、まあそれはそうだけど、そういうのは想像したくないっていうか。ねえ、ちょっとそれよりもいい提案があるんだけど。それとも今すぐ外に出てエロゲーの声当ててくれる女の子ナンパしてきますか？無理言うな。俺は引きこもりだぞ。じゃあやっぱり佐藤さんのお母さんにやってもらうしかないですね。ちょっと聞いてね。さあ佐藤さん、すぐに電話をかけて。実は俺おふくろの携帯の番号を知らないんだけど。自宅にかければいいでしょう。自宅の電話番号も自分の部屋に戻らないと。ほら短縮ダイヤルで入れてあるし。じゃああなたの部屋に行ってかけましょう。すぐ隣なんだし。でもだから私の話を。そうだ、今家にかけてもパートに出てるかも。いや、買い物に出かけてるかもしれないし。そんなの電話をかければわかることでしょう。今ここでうじうじ考えてもしょうがないでしょ。でもあなたのやらない言い訳は聞き飽きました。さあ佐藤さんの部屋に行きましょう。山崎、そんなに引っ張ると服が。うるさい、行きますよ。だからその前に。
私の。あなたは来なくてもいいですから。だから私だって女の子なんだってば。はい、すぐにかけて。分かってるよ。頼む、出ないでくれおふくろ。出たらとんでもないことになるんだからな。どうか留守でいてくれ。はい、佐藤です。出るなって言ったろ。ただいま留守にしております。やった、祈りが通じたぜ。ご用の方は発信音の後にメッセージをお入れになるかファックスを母さん留守みたいだ。残念だったな、山崎。はい、もしもし、佐藤です。なんで出るんだよ。もしもし、もしもし、佐藤さん、もしもし、お母さんいるみたいですよ。もしもし、ああ、もしもし。そうみたいだな。ああ、もしもし、母さん。あら、達弘、どうしたの？さ、ちょっとさ、頼みたいことがあるような、ないような。どっちなのよ。正直に言うと、佐藤さん、頼まなきゃいけないような非常事態だったりするんだけど。また仕送りの件？悪いけどお父さんの再就職先が見つからないと。いや、今日はそのことじゃなくて。そう、じゃあ何の話？前に話したことあるだろ。俺今ゲーム作ってるんだ、高校時代の後輩と。うんうん、山崎くんって子ね。そのゲームにさ、声入れなきゃいけないんだけど、山崎がさ、母さんの声いいんじゃないかって。ほら、母さんって意外といい声してるし、昔アイドル声優でもやってたんじゃないかって山崎が。そこまでは言ってませんよ。母さんに声優さんの真似事なんてできるかしら。そりゃまあ昔 OL やってる時はとってもいい声してるって言われたこともあるけど、もう20年以上前の話だし。まあできないって言うんなら無理には。佐藤さん、どうしたの、達弘？いや別に。いきなりなんだよ山崎。佐藤さんのお母さん、達弘、明らかにやる気になってるでしょ。どうしたのかしら。ここで一押ししないでどうするんです。人を知って。達弘、所詮素人の作ったゲームですから気軽にとか、もしもし。息子のために一肌脱いでとか、いろいろ言いようあるでしょ。んなこと言われても。達弘、達弘、大丈夫なの？ああ、なんでもない。佐藤さん、一押し。分かってるよ。あのさ、所詮は素人の作ったゲームだから、そんなに固く考えずに軽い気持ちで、息子のためだと思って一肌脱いでさ。そうね、せっかく達弘が頑張ってるんだもんね。よし、母さんも頑張っちゃおう。頑張らなくてもいいのに。ほらね、言った通りでしょ。それでどんな感じに演じればいいの？一応女子高生。女子高生？佐藤さん、女子高生はまずいです。未成年ですから。そうか、そうだったな。見た目女子高生、設定は20歳過ぎってことで。なんだか複雑ね。いろいろと事情があるんだよ。気分的には女子高生で OK です。気分的には女子高生で OK だから。女子高生ね。こんにちは、しずえです。よろしくね。こんな感じでどう？どうだ山崎。山崎？グッドですよ、グッド、ベリーグッドです。まさに渚か
す。はあるいは優子か初代父、はもしくは君のお母さん。つまりそれはいけるってことか？はい、この声ならバッチリいけますよ。いやー、今からでも声優目指しておかしくないですよ。僕が睨んだ通りいい声質してますよ。山崎の方はそれで大丈夫だって。そう。それでさ、今から原稿をファックスするけど、ちょっと刺激的なセリフが多いんだ。あんまり驚かないでね。大丈夫。母さんに任せなさい。フルボイスにようこそ。もしもし？達弘、今届いた原稿を読ませてもらったんだけど。うん。まあこういうゲームがあるっていうのは知ってたけど、まさかあんたが作ってるのがこんなゲームだったとはね。驚いた？でもそういうゲームから始まって一流のゲーム会社になったところはたくさんあるんだぜ。そうなの？あんたがそれで納得してるんなら母さん文句はないけど。佐藤さん、録音準備 OK です。じゃあ原稿を読んでくれる？母さん。協力するって約束しちゃったもんね。じゃあ行くわよ。いきなりそんなとこ触らないで。いきなりそこかよ。ファックスした時原稿の順番が入れ替わったみたいですね。どうする？そのまま行きましょう。パソコンに取り込めば順番はどうにでもなりますから。そうだな。ただしもっと色っぽく若々しい感じで。母さん、もっと色っぽくできないかって。そうね。今のはあんまり良くなかったわね。じゃあもう一度チャレンジするわね。いきなりそんなとこ触らないで。若さが消えてますよ。若い声で。母さん、若い声で。いきなりそんなとこ触らないで。その調子です。どんどん読んでもらって。どんどん読んで、母さん。そこはダメなの。そんなとこ触られたら。いいですよ佐藤さん、プロ顔負けですよ。聞いてるだけでこっちも興奮してきますよ。俺にとっちゃいくら若作りしていようがおふくろの声に変わりはない。山崎みたいに興奮するなんてことは。ちょっと何をいきなり。そこはダメよ。こんなセリフありましたっけ？やめて、あなた。今達弘と電話を。電話の向こうには達弘のお友達もいるのよ。聞かれちゃう。これはもしや。あなた興奮してるの？私の声を聞いて。こんなところでいきなり。せめて電話を切って。切れた。電話線自体も切れたかも。佐藤くん、そろそろカウンセリングの時間だけど。どうしたの二人とも赤い顔して。近い将来佐藤さんに弟か妹ができてるかもしれません。今日は佐藤くんがとてもカウンセリングを受ける余裕がないということなので、その代わりにここ山崎かおるさんの部屋でどうする？どうなる？ゲーム収録用の音声ということについて話し合ってみたいと思います。司会は私中原美咲が務めさせていただきたいと思います。いや、別に誰も頼んでないし。却下。司会者は必要なのです。
では誰か意見のある人はいませんか？いませんか？いないようでしたら私の方からとっておきの提案を。やっぱり七子に頼みましょうか。山崎、お前。なんだかんだ言っても本格的に声優の勉強してるだけあって素人とはレベルが違いますよ。体験版との整合性とか考えると七子に頼むのが最善の選択肢だと思うんですが。じゃあお前、七菜子ちゃんにこないだのことを謝るのか？冗談じゃありませんよ。なんで僕があの女に頭下げなきゃならないんですか。いやでもお前今彼女に頼むって。別に僕が頼むとは言ってませんよ。え？それじゃあ無理、絶対無理だよ。私その人と話したことないし。誰もあなたを当てにはしていません。とするとやっぱり佐藤さん、あなたが頼むんです。でも俺あの子と話したことないし、そりゃ顔は見たことあるけど、それに山崎の知り合いだって分かったら引き受けてくれないんじゃん。きっとまだ怒ってるだろうし。正直に僕の知り合いという必要はありませんよ。でもそれじゃどうやって頼めば。僕に考えがあります。はい、もしもし。もしもし、緑川七菜子さんの携帯でしょうか？はい、そうですけど。私赤四プロダクションの伊藤と申します。赤四プロダクションってはい、声優事務所の赤四プロです。緑川七菜子さんご本人でしょうか？はい、緑川七菜子です。はじめまして。実はですね、現在当事務所で来年春から収録が始まるビデオアニメシリーズのキャスティングを行っているんですが、監督のご意向でヒロイン役には新人を起用することになったんです。はい。そこでこうして声優を志している多くの方に声をかけている次第なんですが、緑川さんはビデオアニメとかに興味はおありでしょうか？はい、もちろんです。オーディションが行われるとしたら参加していただけるでしょうか？はい。了解しました。ただ今回は非常に多くの人にお声をおかけしている関係上、全ての方をオーディションにお呼びするのが困難なのです。そこで予備オーディションというようなものを行ってるんです。予備オーディションですか？電話でいくつかのセリフを言ってもらい、それによってオーディションにお呼びするかどうか決めさせてもらいます。わかりました。できればすぐに始めたいのですが、そこは大きな声を出しても問題のない場所でしょうか？はい、大丈夫です。エロゲー原作のシリーズなのでその手のセリフが多いんですが。そうなんですか？ちょっと待ってください。山崎、本当にこれでうまくいくのか？大丈夫ですって。声優なんてのは役を手に入れるためにはどんなことでもするもんです。特にデビューできるかできないかのボーダーライン上にいる人間はね。でも相当のセリフを読んでもらわなきゃいけないんだぜ。佐藤さん、枕営業って言葉知ってます？枕営業？いや、聞いたことないけど。一言で言うと、若い女性声優がいい役をもらうためにキャスティングに影響のある人物、音響監督やプロデューサー、原作者なんかと寝ることです。寝るってやっちまうってことか？その通りです。やるって何を？あなたは少し黙ってて。ごめんなさい。本当にそんなことがあるのか、山崎？あくまでも噂ですけどね。でもネットの掲示板とか見るとわざわざそういうスレッドが立ってたりしますからね。あると考えておかしくはないかと。なるほど。ぶっちゃけ枕営業の相手がいい男とは限らないわけです。っていうか女性に不自由してる男にこそ枕営業は効くんです。そんな連中の相手をすることに比べれば電話で延々とエロいセリフを言うことなんてへでもありませんよ。
そうか、声優の世界も大変だな。お待たせしました。はい。佐藤さん、さっきとキャラ違います。準備の方はよろしいですか？ではこれから私が言うセリフを実際にアフレコ現場で収録している感じで喋ってください。録音しますから大きな声ではっきりと。じゃあ行きますよ。その前にちょっといいですか？何でしょ私の携帯の番号どうやって知ったんですか？う？山崎、どう答えりゃいいんだよ。学院の教務課に聞いたってことにしといてください。あなたの通ってる学院の教務課に問い合わせまして。私今学院の教務課にいるんですけど。教務課の人はそんな問い合わせなかったって。こちらの記憶違いですね。確か。じゃあ自宅に問い合わせたってことで。自宅にですね。緑川さんの自宅にお電話して携帯の番号をお聞きして。じゃあ自宅の電話はどうやって調べたんです？うちの電話番号電話帳には載せてないんですけど。あなた本当に赤4プロの人なんですか？もちろんですよ。今教務課の先生たちが問い合わせしてるんですけど、赤4プロダクションに伊藤って人はいないって。いや、伊藤っていうのはペンネームみたいなもので、会社では別な名前を使っているんです。ですね、会社での名前は山崎の知り合い？そうなんでしょう。あいつこの前私に殴られたの根に持って、それでこんないたずら電話かけてきたんでしょう。七子のやつ、僕のことをそんな風に。山崎くん何のことでしょう。私は赤4プロダクションの。とぼけても無駄よ。この電話番号を知っててこんな陰湿なことやりそうなのあいつしかいないもん。ほんと最低なやつね。山崎、聞いてるんでしょ？もう一度言ってやるわ。このロリコンキモータ、エロゲに埋もれて死んじまえ。七子失格。あんたオーディション失格。二度と声優業界で仕事できると思うな。すまん山崎、俺がもっとうまく話できれば。いいんですよ。やっぱり七子に頼もうと思ったのが間違いだった。では引き続き、どうする？どうなる？ゲーム収録用の音声について話し合っていきます。司会は私、中原美咲です。山崎、正直俺の方は種切れだ。もうこれ以上頼めるような知り合いはいない。佐藤くん？僕の方だってそうですよ。七子がダメならもう手の打ちようがありません。目の前に都合よく声を当ててくれる女の子が現れてくれればいいんですけど。もしもし。そう都合よく現れるわけねえよな。そうですよね。ちょっと二人とも、なんで私のこと無視するのよ。目の前にこんな可愛い声出せる女の子がいるっていうのに。な美咲ちゃん、僕たちが求めてるのがどんな声か分かってるんですか？さっきは女の子の声なら誰でもいいって。確かに話の流れでそうは言いましたけどね。僕らとしては色気も欲しいんですよ。色気？確かこの辺に設定画をプリントアウトしたやつがあった。美咲ちゃん、これが俺たちのゲームのヒロインなんだ。学校の制服みたいなの着てるけど、女子高生？なら年齢的にもぴったりだよ。これが異世界に旅立った時の衣装。わあ、ファンタジー世界のお姫様ね。これが下着設定。
下着の絵とかも出てくるんだ。うん、そしてこれが服を着てない時の姿。裸になるんだ。それからゲーム中の一場面。これってもしかして。そう、あなたに分かりやすく言うならエッチシーンです。この絵に合わせてこのセリフを喋るんです。さあ、ここのセリフです。このセリフって。喋れるもんなら喋ってみてください。美咲ちゃん、これで分かっただろ。どうして俺と山崎が最初から美咲ちゃんのこと無視してたか。だいたいあなた、僕たちがエロゲー作ってるって知ってたはずじゃないんですか？どんなゲーム作ってると思ってたんですか？エロゲーってエロアとガリオの略じゃ。信じてたのかよ。っていうか最初は信じてなかったはずだろ。でも後からなんとなくそんな気がして。エロゲーっていうのはエロいゲームの略です。エロいシーンにエロいセリフが入った18歳未満お断りのゲームです。ですからこの子も一見女子高生に見えるかもしれませんが20歳過ぎなんです。エロゲー業界のお約束なんです。そんなお約束なんて私。知らない人間が口を出さないでください。今日はもう遅いことだし家に帰ったら。そうですよ。何の役にも立たない人間がこの部屋にいても邪魔なだけですから。できるもん。え？こんなセリフぐらい読んでみせるもん。ほう。そのセリフ書いた紙貸して。はいはい。じゃあ録音してあげますよ。私には何もないもの。佐藤くんこんなの書いてたんだ。これぐらい全然楽勝よ。全然楽勝じゃないだろう。そんな演技で納得するユーザーがいるとでも思ってるんですか？エロゲーユーザーをなめないでください。今のはまだ声の調子が出てなかったから。じゃあ行くわよ。キヤー。水着がでもいいんだよ。君にだったら見られても。聞こえないぞ。そうでも今の機械性能がいいからちゃんと録音してくれてるよ。あなたね、この程度で恥ずかしがっててエロゲーのヒロインが務まると思ってるんですか？ユーザーが期待してるのはズバリこういうセリフなんですよ。さあ読んでください。しっかり演技もつけて。美咲ちゃん、自分で読んでみせるって言ったんだし。分かってるわよ。こんなセリフ平気よ。暑いの。私とっても暑いの。そんな棒読みじゃユーザーは満足しませんよ。もっとエロくセクシーに。私どうしちゃったの？自分がこんないいんだ。はいはい、もう結構です。所詮演技の勉強もしてない経験も全くない小娘には無理だったんです。美咲ちゃん。キジも鳴かずば打たれまい。余計な口出ししなければ恥ずかしい思いもせずに済んだのに。まあ美咲ちゃんは最初から当てにしてなかったけどさ、まだ問題は解決してないんだぜ。どうするんだよ声。
そうですね。あ、佐藤さん、ちょっと裏声出してもらえます？裏声？別にいいけど。はい、佐藤です。女性の声に聞こえないこともありませんね。おい山崎、まさか。やるしかないでしょう。ヒロインは佐藤さん、あなたです。無理絶対無理だって。やるしかないんですよ。他に手はないんですから。第一俺女の気持ちなんてわかんねえし。そうでしたね。佐藤さんは形から入るタイプでしたね。大丈夫、心配はいりません。少し待ってください。ありました。佐藤さん、これを身につけてください。それは女物の下着じゃないか。しかもスケスケで超セクシーだ。これを身につけていれば女性の気持ちも理解できるでしょうし、濡れ場の演技もバッチリですよ。というかなんでお前そんなもの持ってるんだよ。資料用ですよ。ゲーム作りの資料。大丈夫、袋から出してますけどまだ一度も来てませんから。いや、そういう問題じゃなくて。そういう問題です。いいですか？このゲームが大ヒットすれば僕にも佐藤さんにも輝かしい未来が開けるんですよ。逆に言えばヒットしなければ僕らの未来は真っ暗です。少しでもヒットの可能性を高めるためにはあらゆる努力をしなければならないんです。女性ものの下着を着て声を出すぐらいなんですか。僕らがメジャーになったら若かりし頃の苦労話として笑い飛ばせるようになってますよ。それはそうかもしれないが。佐藤さん、あんたまた引きこもりに戻りたいんですか？僕は佐藤さんに引きこもりに戻ってほしくないです。分かったよ山崎。佐藤さん、俺が見事にヒロインを演じてみせる。初めて着てみたけど、女の下着ってなんか肌に密着しすぎてて落ち着かないな。なんかはみ出しそうだし。どうです気分は？なんか変な気分だ。佐藤さん、その服を着ている時はあなたはヒロインのレイです。ちゃんとレイとして喋ってください。わかった山崎くん。それでさ山崎、一つお願いが。佐藤さん、それでね山崎くん、一つだけお願いがあるんだけど。何です？この格好でエッチな声出すのジロジロ見られてたらやっぱり恥ずかしいから、ああ、わかりましたよ。じゃあ僕はヘッドホンで音楽でも聴きながら他の作業をやってます。あなたは玄関の方を向いて声を入れてください。ありがとう山崎くん。はい、ボイスレコーダーを渡しときます。操作方法はわかりますよね？うん。じゃあ頑張ってください。よし、始めるか。録音開始。まず最初に恥ずかしいセリフを片付けちまおう。その方が後々精神的に楽だろうし。本当言うとね、私さっきからすごく興奮してるんだよ。うわー、我ながらなんちゅうセリフを。見て、もうこんなになってる。いいよ、触っても。触られただけですごく感じちゃう。なんだ、なんかすごく妙な気分に。そこよ。もっと舐めて。感じちゃう。おい、俺自分のセリフで興奮してるよ。もう我慢できない。ちょうだい、あなたが欲しいの。うわ、俺の息子が反応しちゃってるし。入れて早く。
走らさないで。あなたが欲しくもうこんなになってるのよ。はあ、バカだ俺。自分の息子を握りしめて、これはまさにハイパーセルフプレジャー状態。佐藤くん、あれからよく考えたんだけど、私頑張ってやってみる。だって佐藤くんが美咲ちゃん。佐藤くん、何を。美咲ちゃん。何の騒ぎです、佐藤さん。美咲ちゃんがビール瓶でこけて転んで気絶したみたいで。うわ佐藤さんこそ僕のボイスレコーダー踏み潰してるじゃないですか。どうしてくれるんですか。今まで収録した音声が全て入ってたんですよ。中には使えるものもあったんですよ。いや、なんていうか。気がつきました？あれ、私どうしてこんなところに。覚えてないんですか？うん。覚えてないんなら無理に思い出すこともないさ。あなたはうちの玄関を開けた時、ビール瓶に足を滑らせて転んで頭を打って気絶したんです。そっか。なんかとてもショッキングな光景を見た気もするけど。気のせいさ。気絶してる間に夢でも見たんじゃないですか？そっか、夢か。あ、そうだ、私ヒロインの声を。ああ、あれならもういいんだ。まあいろいろと事情がありましてフルボイスは中止になりました。音声は体験版の時に収録したもののみです。あ、そうだ、せっかくだからあなたも手伝ってください。さあ、これを。マジックペン？それでさ、ジャケットのフルボイスって書いてあるところを全部塗りつぶすんだ。わかった。最初からこうしとけばよかったな。まったくです。そうすればいろんなものを失わずに済んだのに。プルプルプルリンプルプルリンプルプルプル